トリプル A カップの私が1日5分2カップアップの胸トレを30日間やるとどうなるのか検証します。皆さんこんにちは、ポポです。実はね、私すごく貧乳なんです。私はね、妊娠と授乳を繰り返してここ2、3年はウホウホの巨乳だったわけですよ。でもその前は正真正銘の貧乳でした。このままじゃあかんと思ってやります。ビフォー取っとくね。ここら辺のね、肋骨見えちゃってるので、すごいね、貧相な感じになっちゃってるので、筋肉がついてくれればいいなって思います。おっぱいのね、サイズを測っておきたいと思います。76.5 です。特別胸が大きくなったとかっていう感覚はないんですけども、やってみるとね、なんかね、このすごいちっちゃい自分の胸でも愛おしく思えるようになってきました。なんかさっき筋トレ終わって着替えた時にこう胸を見てみたら、なんかね、全然今までと変わってきたように思います。今までは真っ平らな板におっぱいがねこうついてる、サイズはね大きくないんだけども、ちっちゃいお椀だけどポンとついてるような、自分で言うのもなんだけど愛らしいというか、すごく自分のおっぱいが好きになってきました。なんか胸に力が入れるところ分かってきた気がする。ここら辺。あ、すげえ、なんかでかくなってる。本当？なんかあばらが消えたように感じる。今日がやっと最終日となりました。イエーイ。終わったー。長かった1ヶ月間胸トレが終了しました。早速気になるサイズを測っていきましょう。まず胸囲。2センチアップ。78.5 です。まさかの2センチもアップしていると思わなかったです。アンダーバストが71ということで、すごい変化がありました。なんか1ヶ月だとそんなに変化ないかなと思ったんですけども、このね、胸囲が2センチ、ちょうど2センチアップしてました。すごい。で、これ、アンダーバストの差が 7.5 センチ差になったので、ダブル A カップぐらいになりました。イエーイ。すごい。1ヶ月バストアップトレーニングをしたら1カップアップしたという検証結果でした。イエーイ。大きくならなくてもいいって言ってた割に結構嬉しいですね。この検証をやって良かったことがね、あります。それはね、自分の胸をね、すごく好きになれたっていうことです。今はなんかね、ポンってお椀型っていうのかな、お椀って言えないからなんか小椀型になってね、自分で言うのも変なんですけど、すごくね、可愛らしい綺麗な形になりました。こんな1ヶ月で変わるのかっていうのが正直なところで、15日くらいかな、半分ぐらいでなんかすごい好きだなっていう風に思って、本当にね、手をかけると愛せる。しかもね、1カップ小さいところの戦いだけどアップしました。あとこのね、鎖骨ガリガリって感じだったんですけども、見えにくくなったんだよね。ここがね、すごい貧相で嫌だったんだけど、きっとね、これみんなの参考にもなるんじゃないかなと思ったので、1ヶ月間本当に頑張ってよかったなって思います。大満足の結果でした。最高です。バイバイ。パパ。
WA カップの私が最強バストアップトレーニングを2週間続け、どのくらいカップが上がるのかを検証します。それではね、サイズを計測していきたいと思います。78.1。胸囲が 78.1 です。胸下が70ちょうど。これ何カップなんだろう、ちなみに。現在、WA カップです。はい、昨日ね、胸トレをしたんですけども、またね、サイズを測りたいと思います。78.6、71.9。昨日はなので、昨日が 78.1 センチだったので、1日で 0.5mm 大きくなってます。今日の胸は 79.2 です。68.3。80.3、69.2、なんと 2.2 センチ大きくなってます。こんだけ血管が出るとなんかモチベが上がりますね。ちょっと調子が悪いですね、今日は。こんな日もあります。やりたくない日もあります。ここに来て止まったが、はい、1週間が経ちました。約半分ですね。しっかり追い込んでいきたいと思います。今日はなんかやる気あるんだよね。スタート。79.5。胸下は68で引き締まってますね。毎回ね、胸トレの検証したんですけども、そっからまあ胸トレは結構してなくて、今回は久しぶりの胸トレ企画となっておりますが、またね、なんか胸がキュッとなって、旦那さんにもね、最近、すごい可愛いねって褒められるぐらい、まだね、1週間なんだけども、変わってきてます。最近ね、シャワーを浴びるときに胸が見えるんだけども、いつもこう胸もね、こう下向きになってたんだけど、重力にあらがってちょっとね、上に上がって上向きになってきたので嬉しいですね。はい、今日で2週間の胸トレ最終日となりました。最後頑張っていきたいと思います。終わりました。それでは計測をしていきたいと思います。どうかな、見た感じ、谷間って言っていいのかな、骨々しさがなくなったような気がします。なんとですね、81.3 センチでした。すごい。そしてアンダーは 67.2。めっちゃ引き締まってます。一体ね、何カップなのか調べてみたいと思います。本当かな。なんとね、アンダーバストとトップバストの差で決まるんですけども、その差がなんと 14.1 センチだったんですね。B カップに当たります。2カップアップしたということになりました。印象的にはアンダーバストが引き締まってトップのタレが上がったっていう印象です。あとね、地味な喜び、パンがね、キュッて寄るようになったなって、本当に胸トレ成果が出て楽しいと思います。どんどん大きくなっていくから、すごい巨乳になる夢とか見たりして、巨乳にはならなかったですね。バイバーイ。パパ。正直ね、2週間の検証をしてから1ヶ月くらいね、胸トレサボってましたので、まずサイズ測定していきたいと思います。トップが 76.5、 アンダーが 67.5。 トップとアンダーの差をグラフにして検証していきます。何カップかというと、現在 A カップになりました。今回は実際に2週間で2カップアップした胸トレを1ヶ月続けてみたらどうなるのか検証していきたいと思います。4日目、胸がね、理想の位置にこうキュッと上がってパンプしてるような感じがあります。77.9、67.5。
今日が1週間目です。2週間の検証胸トレをやった時に生理とかもねあるので、ホルモンの関係でおっぱいが大きくなったりちっちゃくなったりしてるんじゃないかなっていう風に疑問を持っている子もいるみたいで、1ヶ月ねやってほしいっていう声もね寄せられているのでやってます。79.4 なんかねボリュームがね増してきた気がします。アンダーバストが 66.9 めちゃめちゃ引き締まりました。その差 12.5 センチということで B。 あと3週間あるのでどう成長していくか楽しみです。この調子でいったらもう C、D。 こういう胸が出てる服を着ると筋肉の動きがよく見えるので筋肉を意識しやすくておすすめです。 79.9 66.9 胸に効かせるようにやらないとやってないのと同じことなので、ただやるだけにならないように頑張ってます。 80.1 80代66.5。今日で2週間これ以上大きくなるのか、どうなんだろう。友達に誕生日にもらった最高にいい匂いのマッサージオイルをねつけて癒しつつやっていきたいと思います。癒される。80.1 今日は80いきましたね。 66.8 寒すぎる。今日はねマイナス10度でした。ダイヤモンドプッシャー。猫も怖かったし。閉めてね、反対。じいじさん、出ていったらね。しっかりして。しっかりして。80.3 すごい大きくなってる。66.8 取ってないことに今気づきました。80.6 66.0 嬉しい。ここがねガリガリなのがなくなりました。本当にだいぶねなんかボリューム感が増したような気はします。 80.8 64.8 スタートの時が70センチだったんですけども、今は 64.8 センチなので引き締め効果があるんだなっていうのがね実感しました。 80.6 64.5 差を調べてみたらなんと 16.1 センチ C カップになりました。めっちゃ嬉しいです。あと3日頑張ります。今日で最終日。はい、測定をしていきたいと思います。トップが 81.1 アンダーが 65.5 トップとアンダーの差が 15.6 センチということで、なんとC カップになりました。2週間で2カップアップした胸トレを1ヶ月間続けたらなんとまた1カップアップしたということで、今回の検証となりました。前回の2週間の検証ではトップがですね 81.3 センチまで、今回の検証ではトップが 81.1 センチまで成長しています。なのでトップはあんまり変化はなかったんですね。なのになんでカップが上がったかっていうとアンダーがね引き締まりました。ここですね。前回の検証で B カップになって正直どうやったってこれ以上は望めないだろうと思いながら始めた1ヶ月検証でしたが、信じられないびっくりした気持ちです。毎日腕立てとか胸トレとかしてて体がねいかつくなったらどうしようっていう心配もあったんですけど、そんなことはなかったかなって思ってます。バイバーイ。パパ。
1週間で2カップアップした胸トレっていうのをずっと続けてきてるんですけども、ずーっと同じトレーニングを続けるよりも新しい刺激を加えてあげた方がバストアップには効果的と言われているので、ニューバージョンの胸トレを今日からですね1ヶ月間始めていきたいと思います。私は現在26歳なんですけども、22歳の頃に妊娠して、そこから授乳出産授乳っていうのを繰り返してたので、使う予定のブラとしてね21歳の頃のを取ってたんですけども、今つけてみたらもうめちゃめちゃちっちゃくなってたということで、下着屋さんに行って新しい下着を買いたいと思います。胸のサイズを測りたいと思います。トップが 82.0 です。アンダーが 67.5、 C カップを維持できています。きつい。上に測って。 35.7 センチ。いえ。 82.5、67.7。今日はね、定期的に来るやる気のないデーです。服の上から測定してますかっていう風に聞かれるんですけども、上裸で測定してます。82.9 と 66.6。今日何があった？だらけながらでもね、なんとか毎日やってれば結果は出るのかも。でも伸ばして胸グッと張って、めっちゃ胸筋が動いてます。こういうブラだと胸筋の動きがよく見えます。 83.1、67.3。ヒサレッドブル 83.4、67.3。最高記録じゃない。ちょっとね、何カップになったか調べたいと思います。 C カップでした。 D カップはね 17.5 センチかららしい。あと 1.5 センチはちょっとすごいなと思うけど、最初なんてねトリプル A カップだったから、トップとアンダーの差ね5センチ未満だったのでね、そっから16センチまで成長したと考えれば無理な話じゃないかなって思ってます。82.2、65.4。おっぱいがピッと上向きになってます。83.2、64.9。ブラジャーをね買いに行くのが楽しみです。眠いけどね、無心で頑張ります。明日でいよいよ最後、胸トレ最終日となりました。よし、終了。トップが 83.1、 アンダーが 65.1。 なんとですね、トップアンダー差驚異の18センチ、17.5 以上が D カップなので、もう恐れ多すぎる D カップとなりました。新しいトレーニングがまた1ヶ月間続けたら、なんと D カップになれました。それでですね、明日ねついにブラジャーをね買いに行きたいと思います。実際にプロの人に本当に D カップなのか測ってもらいたいと思います。パパ。行ってきます。買ってきました。まさかのもう今世紀初、びっくりすぎてやばいよ。マジで？やばい。で、調子乗って33,220円。じゃあ言いますね。なんと E の65。やばいよね。やばくない？ いい？あ、見た感じ C かなって。
て、なんかこうカップから出ちゃってて、でじゃあ D かなっつってつけたんだけど、あ、ブラってこういうちょっとつけ心地悪いのかなと思って、やっぱこれちょっとサイズ上げた方がいいですねって言って、いいいいって言ったらもうグラビアアイドルとかに震えてるそれでね、ヒット感とか的にはどうだろう。最高、バッチリぴったりだった。ぴったりだった。お疲れ様でした。お疲れ様でした。イエイ。